今回は、丸窓がアクセントの、和モダンな25坪 4LDK の、お一人様でも、ちょうどいい平屋、を見に行くぜ。丸い窓、おしゃれね。外壁も、落ち着いた雰囲気で素敵。グレーの外壁は、説明しましょう。この声は、この家を手掛けた、感動です。感動さん来たー。今回もよろしくお願いします。外壁は、日派の、モエンエクセラード16です。雨で汚れを洗い流す、セルフクリーニング機能付きです。屋根も、高耐光のガルバリウム鋼板、ミスクカラーで、綺麗が長持ちします。お一人だと、外壁のお手入れは負担になりがち。その手間を、できるだけ減らせる仕様です。確かに、何度もお手入れするのは大変よね。見た目だけじゃなくて、一人でも維持が楽ってことだぜ。外観からすでに、一人でも暮らしやすいように、配慮がされてるのね。それと、駐車場も広いわね。これなら、家族や友達も招きやすそう。こちらは、4台駐車できます。4台も？それは余裕ね。一人なら広々使えて、洗車もしやすいな。ってことで、早速中に入っていくぜ。お邪魔します。入ってすぐ、シューズボックスがあるのね。帰ってきてすぐ靴をしまえるから、玄関がすっきり片付くぜ。中の収納スペースも十分ね。棚を動かせるから、一人分の靴もゆとりを持ってしまえるぜ。ホールも明るいわね。スリット窓から光が入るんだ。平屋のワンフロアで、段差も少なくて、一人でもこの先ずっと暮らしやすいぜ。すぐそばにトイレもあるのね。帰宅してすぐ使えて、寝室からも近い、一人の暮らしで地味に便利なんだ。毎日のことだから、この近さは嬉しいわね。じゃ、次は LDK を見ていくぜ。おお、ゆとりがある部屋ね。25坪とは思えない広がりだよな。19.8 畳の LDK だぜ。大きな吐き出し窓から、庭の緑も見えて、明るくて開放的だぜ。一人だと、この広さを丸ごと自分のために使えるのね。天井の梁もアクセントになってて、落ち着いた大人な雰囲気ね。日当たりもいいから、休みの日はソファーでのんびり過ごせるぜ。それに涼しいし、居心地いいわ。断熱がしっかりしてるってことなんだろうな。ポイントは、断熱と遮熱です。床は、高性能グラスウール。壁と天井は、隙間なく吹き付ける、アクアフォーム。さらに壁の中には、夏の日差しの熱を反射して跳ね返す、遮熱シートも入っています。熱を室内に入れず、冷暖房の機器も逃がさない。だから夏は涼しく、冬は暖かく、光熱費も無駄なく抑えられます。一人暮らしだと、固定費が抑えられるのは助かるわね。で、この開き戸は収納スペースかしら？リビング収納だぜ。まとめ買いした日用品のストックや、掃除機も丸ごとしまえるぜ。生活感が出やすいものを、ここにしまえるのね。上にはコンセントもあるから、コードレス掃除機の充電場所にもちょうどいいんだ。リビングがすっきり保てるのは嬉しいわね。で、奥には、和室？外から見えてた丸窓は、この和室の窓だったんだな。ここはどんな用途があるのかしら？ 4.5 畳の和室で、LDK からフラットに繋がっています。畳は、大剣の和紙畳です。色あせやカビ、ダニに強く、飲み物をこぼしても、拭くだけで綺麗です。忙しくても手入れが楽なので、お一人でも気軽に和室を楽しめます。もちろん、ご友人やご家族が来た時の、おもてなしの場としても使えますよ。一人でゴロンと昼寝したり、在宅ワークにも良さそうね。あと、収納もあるのね。上は、10棚付きの押し入れです。来客用の布団はもちろん、扇風機やヒーターといった季節家電、スーツケースまで、まとめてしまいます。一人暮らしでも、年に数回しか使わない。大物の置き場所って、意外と困るのよね。普段使わないものを、一箇所にまとめられるから、他の部屋まで散らからないってことだな。下は床を張った、オープンな飾り棚スペースにしています。お気に入りの雑貨や、観葉植物を飾ったり、丸窓の下で座って使えば、ちょっとした書き物コーナーにもなりますよ。しまうだけじゃなく、見せて楽しめる収納なのね。趣味の時間をゆっくり過ごせそうだな。じゃあ次は、暮らしの中心の、キッチンを見に行くぜ。対面キッチンね。リビングを見渡せるのがいいわね。手を動かしながら、テレビや動画も楽しめるから、一人の料理時間も退屈しないな。コンロは IH で、フラットな天板をさっと拭くだけ。火を使わないので、消し忘れの心配も少なく、お一人でも安心です。収納はすべて引き出し式で、立ったまま上から見渡せます。まず、IH コンロの下は深い引き出しで、大きな鍋やフライパンも、すっきり収まります。続いてこちらが、ビルトインの食器洗い乾燥機です。使った食器を入れて、スイッチ一つ。手洗いより水も節約でき、乾燥までお任せです。一人暮らしだと、洗い物はつい後回しになりがちだけど、これなら、家事がぐっと楽になるな。自分の時間が増えるのは、一人暮らしにこそ嬉しいわね。そしてシンクの下には、洗剤やゴミ袋などをまとめておけます。使うものを、使う場所の近くにしまえるのね。背面は、冷蔵庫や食器棚をゆったり置けるよう、しっかりスペースを確保しています。コンセントもあるので、電子レンジや炊飯器も、ここにまとめられます。振り向くだけで、家電に手が届くから、一人でもキッチンを効率よく使えるってことね。じゃ、次は隣の部屋を見ていくぜ。ここは、広い部屋だな。こちらは、ゲストルームとして使えるお部屋です。4.5 畳が、2つ分の広さがあります。泊まりに来た友達にも、ゆったり使ってもらえそうね。一人暮らしなら、普段は自分の部屋として使えるな。
はい、今は仕切らず、一部屋として、広々とお使いいただけます。趣味の部屋にしたり、在宅ワークの書斎にしたり、使い方は自由に決められるな。この広さを、自分の好きなように使えるのは嬉しいわね。壁には、ハンガーパイプ付きの棚もあります。よく着る服やコートは、かけたまま見渡せて、すぐ選べます。しまい込まずに済むから、身支度も楽そうね。しかもこのお部屋は、将来2つに分けられます。一人の今は、広々と一部屋で使って、暮らしが変われば二部屋にできるのか。はい、もしご家族が増えれば、それぞれの個室にもできます。今の自分に合わせつつ、先々の選択肢も残せるのは心強いわね。お次は、脱衣所とお風呂だな。脱衣所の広さは、2.5畳です。一人で使うには十分な広さね。洗濯機を置いても、着替えや動くスペースにゆとりがあります。洗面化粧台は、3面鏡付きです。横顔や後ろまで映るから、身だしなみを整えやすいな。足元は、水に強い CF シートです。濡れても拭くだけなので、お手入れも楽ですよ。一人だと、掃除の手間が少ないのは助かるわね。で、隣がバスルームだな。木目調のパネルで、落ち着いた雰囲気ね。棚もあるので、詰め替えボトルもすっきり置けます。一人なら、湯船にゆっくり浸かって、一日の疲れを取れるな。さらに、こちらは浴室乾燥機付きです。洗濯物はここに干して、乾燥まで仕上げられます。一人分の洗濯なら、お風呂で干せるだけで十分だな。外に干さなくていいから、雨の日や、留守がちでも安心だな。一人暮らしだと、防犯の面でも、室内干しは安心ね。最後は、寝室だな。こちらの寝室は、5.3畳です。ベッドを置いても、ゆとりがあるな。高い位置の窓から、柔らかく光が入るのね。外から視線が入りにくいから、一人でも安心して眠れるな。それに玄関からも近いから、帰ってすぐ休めるのね。隣には、ウォークインクローゼットもあるな。広さは、2.3畳です。寝室のすぐそばに、これだけの収納があるのは嬉しいわね。ぐるりと設けたハンガーパイプに、服をたっぷりかけられます。足元も開いているので、収納ケースやスーツケースも置けます。一人暮らしだと、収納があちこちに分かれがちだけど、ここにまとめれば、部屋に物が溢れないな。着替えも、身支度も一箇所で済むから、朝の準備もスムーズね。暮らしに必要なものを、ここに集められるので、他のお部屋を広々と使えます。一人でも、片付けやすくて、暮らしやすい間取りってわけだ。ところで、この家っておいくらなのかしら？気になるよな。関東さん、金額の発表をお願いします。はい、土地と建物を合わせて、2480万円からとなっております。土地までついて、この価格なのね。はい。より詳しい価格や設備、お支払いのことは、ぜひご相談ください。それじゃ、今日の家を振り返ろうぜ。段差の少ない、平屋のワンフロアで、この先ずっと、一人でも暮らしやすそうだったわ。玄関からの動線も短くて、帰ってすぐ休めるし、断熱もしっかりで、光熱費を無駄にしないのも良かったわね。和室も収納も、一人の暮らしに、ちょうどいいサイズだったな。広すぎず、それでいて余白もある。お一人様に、ちょうどいい平屋だったわね。写真や動画だけじゃ、伝わらない部分もあるからな。気になったら、実際に見学するのがおすすめだぜ。平屋のワンフロアの暮らしやすさは、ぜひ体感してほしいわ。概要欄にリンクを貼っておくから、チェックしてみてくれよな。そして次回は、60代の夫婦が建てた、22坪のコンパクトな平屋、を見に行くぜ。どんな暮らしやすさの工夫がされているか、気になるわね。気になる人はチャンネル登録して、次回の公開を待っててくれよな。それではまた、次の内見で会いましょう。ご視聴、ありがとうございました。